ご視聴ありがとうございます。今回は東京都心にある時代に翻弄された駅のご紹介です。かつては都内有数のターミナルとして繁栄した駅の栄枯盛衰の歴史とその遺構、無駄に豪華な通路の正体に迫ります。閉ざされたホームに無料で入れる千載一遇のチャンスにも注目です。ここは JR 総武線各駅停車の秋葉原駅です。JR 山手線と京浜東北線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスも乗り入れるこの駅は、日中でも人が途切れることはありません。総武線各駅停車のホームは、すでに高架線になっていた山手線と京浜東北線の上に作る必要があったため、それより高めの場所にあり、昼間は結構明るい構内です。そしてこの駅から千葉行きの列車に乗ります。この車両は山手線から転属してきた E231 系500番台。総武線各駅停車の車両は E231 系列の10両編成に統一されています。総武線各駅停車は山手線の内側にある御茶ノ水駅から千葉駅までを結ぶ全長 38.7 キロの路線。御茶ノ水駅から西は中央線各駅停車に乗り入れ、基本的にほぼ全ての列車が通し運転となっているため、中央総武線各駅停車とまとめて呼ばれることもあります。隣の浅草橋駅までの間に緩やかな下り坂があり、高架橋は高さを下げていきますが、地上に降りることはありません。これらの下りも後々重要になってきますので、覚えておいてください。次の浅草橋駅を出て間もなく、東京都内有数の大河川、隅田川を渡ります。川幅はおよそ130メートル程度で、屋形船なども航行するなど、商業的にも重要な河川です。その隅田川を渡ると、次の両国駅に到着です。秋葉原、浅草橋の両駅は相対式ホームですが、この両国駅は島式ホームです。また、ホームの幅はおおむね一定で、ホームの端で幅が狭くなるようなことはありません。千葉寄りの場所には改札への動線はないので、後方へと移動です。車窓に映っていなかった場所も含め、ホーム上に売店の類はありません。線路の横に河川柱などがないので、駅の外の風景がとてもよく見えます。ホームの真ん中に居座る事務室らしき建物のために気づきにくいですが、この辺りを境に上屋の構造が変わっています。そして改札への動線その1が、ここから先に続く東口です。四隅の柱は古めかしい石造りで、両サイドの壁のせり出しが低いため、ステンレスパイプのフェンスが追加されています。仕上げ部分が剥がれているところからも、年季が入っていることが伺えます。ここにはエスカレーターはなく、階段を降りてすぐの場所にあるのが、両国駅の東口です。なお、東口にはエレベーターもありません。駅舎は高架橋の下に収まっているものの、高架橋の側面に看板が出ているといったこともなく、高架橋から横に突き出た2つの看板が、東口の存在を控えめに主張しています。この両国駅では都営地下鉄大江戸線と乗り換えができますが、大江戸線の駅は東に400メートルほど離れており、地上連絡となっています。そしてこの東口、改札横の窓口は営業していません。昨年2月末をもって駅員の配置が終了し、インターホンでの対応になっています。経費削減が進む感じが漂いますが、それはこの駅の本質が別のところにあるからです。というわけで、この駅のもう一つの出口、西口へと向かいます。西口へ向かう動線はホームの中央寄りにあるため、階段同士の移動は案外早く済みます。そしてこちら側には黄色の案内看板があり、横にはなんだか渋めなネーミングの施設が並びます。階段同士とは言ったものの、こちら側には上下方向のエスカレーターが完備されています。東口にはエスカレーターもエレベーターもないのとは対照的であり、こちら側は三方を囲む壁にも高さがあって仕上げも綺麗で、東口とは大きく違います。折り切った正面にあるのは階段のみですが、この奥にはホームと改札階を直接つなぐエレベーターもあり、バリアフリーの水準は西口の方が圧倒的に上です。そしてこちら側には、コインロッカーも大量に設置されています。東口よりも天井が低めですが、ここを左に曲がると、印象が大きく変わります。階段とエスカレーターで床面は高さを下げるのに対し、天井自体の高さが変わらないので、開放感抜群の構内に様変わりです。左右の壁面には、高い天井を生かした力士の肖像画が、
天窓の奥には三角形の屋根が見え、鉄骨が目立つ武骨な骨組みの下には、満員御礼と書かれた垂れ幕があり、その奥に合計6台の改札機が並びます。ただし重要なのは、この外側です。振り返った場所にある駅舎はこのサイズ。実はこの駅の駅舎は、先ほど内部から見た時に映っていた範囲よりも、はるかに大きいのです。先ほど私が歩いていた構内の端にあたる壁がこの辺り。構内よりも、その横の方が大きいのです。そして正面の時計はなぜかそちら側についており、窓の作りもこちらの方が立派です。一体ここに何があるのでしょうか。リベット打ちの鉄骨で支えられたひさしの下を進み、入り口に向かいます。商業施設か何かのようですね。中に入ってみると、床面は砂と石の質感が感じられる仕上げになっています。和風の建物を意識した内装になっており、入り口を入って左側には観光案内所があり、内部には飲食店も複数あるほか、一番奥には原寸大の相撲の土俵があり、手前のモニターでは大相撲のハイライトが流れています。開放感抜群ですが、天井下には先ほど構内で見かけたような部材があり、奥の突き当たりにある窓は一部が埋められているなど、商業施設としては奇妙な建物です。そう、この建物は最初から商業施設として建てられたものではなく、かつては全体が駅舎として利用されていたのです。駅の規模に比べて大きい建物ができた理由は、一体どこにあるのでしょうか。両国駅が開業したのは、1904年4月。現在の総武線を運営していた総武鉄道が、東側から路線を延伸し、隣の錦糸町駅との間が開通した際に開業した駅です。そしてこの時、東武鉄道が現在の亀戸線を開業させた上で乗り入れ、同じく終着駅としました。一方貨物列車は亀戸線経由で北千住駅まで乗り入れ、そのまま常磐線に入る運用となっていました。この乗り入れにあたり、東武が曳舟駅と当時の吾妻橋駅との間を廃止したため、亀戸線は実質的に本線として機能するようになりましたが、6年後の1910年3月に吾妻橋駅は初代浅草駅として復活し、旅客列車については乗り入れは終了しています。なお、今では東武鉄道との直通運転はありませんが、乗り換え切符は曳舟駅まで販売されています。そして地図にもありますが、開業当時は今とは違い、両国橋という駅名でした。これは当時、西を流れる隅田川が武蔵と下総の境目で、川にかかっていた橋が両国橋という名前だったからです。両国という地名も昔は川の両側を指していたのですが、時代が流れるにつれて東側だけを指すようになり、1931年には、駅自体も両国駅に改称されました。なお、両国という地名は線路の南側であり、駅の所在地は墨田区横綱1丁目。ではなく、横網1丁目です。改札を出る前から相撲の押し出しが強く、似ている字ということもあって、読み間違える人も多いようです。最初は私も間違えたのは内緒です。そして開業当時、東京都心の鉄道路線はまだ環状にはなっておらず、ターミナルは方面別に分かれていました。東海道線の新橋東京、東北線の上野、中央線の飯田町と並び、東西南北に伸びる路線網の起点の一角を成していたのです。また、これには当時の総武鉄道の技術力と資金力では、隅田川を渡る橋を架けられなかったことが関係しています。東京近郊では収入も大きく、取扱収入は、東京上野、新宿横浜、新橋に次ぐ第6位であり、駅の北側には運河が掘り込まれ、水運と連携した貨物取扱いも行われました。ただしそこから、この駅をめぐる変化が続きます。1926年には、総武線の新小岩と常磐線の金町を結ぶ、新金貨物線が開通。東武線への貨物列車の乗り入れがなくなると同時に、両国橋駅を経由する貨物列車が減少しました。新金貨物線の動画は別途公開していますので、概要欄から見てくださいね。なお、現在の西口駅舎は、この3年後の1929年12月に再建された2代目。1923年の関東大震災で初代駅舎が失われた後、ようやく再建されたものです。後ろには2面4線の線路を従えた立派な作りの駅舎で、現在まで90年余りにわたって維持されています。さらなる変化が訪れたのは、1932年7月。9年前の関東大震災で被災した市街地で区画整理が行われ、両国からお茶の水まで高架線を通せるめどがついたことで、
両国お茶の水館が開業しました。今の島式ホームは、この時に建設されたものです。両国から東は電化されていなかったため乗り換えが必須でしたが、改札口を通らない乗り換えが増えたことで、取扱収入には陰りが見え始めます。また、1935年7月に千葉駅までが電化されると、房総方面の列車の起点が千葉駅に移っていき、両国駅の地位はさらに低下していきました。ただし戦後になると、その様子が一変します。人々が豊かになるにつれて房総方面の海水浴需要が盛り上がると、長距離列車の始発駅だった両国駅は、夏季を中心に活気を取り戻します。ダジャレではありません。房総各線に直通する優等列車が設定され、1970年10月改正では、合計15往復の急行列車が運行されました。昭和20年代の駅舎のレイアウトがこちら。乗車口と降車口が分けられた立派な構内で、外から見て左の方が駅舎の作りが立派だったのは、そちら側が乗車口だったからかもしれません。かつては3面6線のホームに加え、北側には検車線や洗浄線、そして9本の貨物線が並び、運河に船を横付けできたほか、専用線で近隣の市場と結ばれていました。構内には機関車用の停車台も置かれ、300人以上の職員が働いていたそうです。ただし現在運用されているホームは、序盤でご紹介した一面2線のホームのみ。駅舎として機能している部分も、かつてに比べて少なくなっています。栄華を誇った両国駅に一体何があったのでしょうか。両国国技館の最寄りだけあって相撲にちなんだ設備はあらゆる場所にあり、構内には力士の手形が並んでいるほか、改札機の前には土俵もあります。また、西口の駅名板のフォントは、JR 東日本で広く使用されているものとは全く異なる独特なものになっています。鉄筋2階建ての駅舎で相撲と共に歩んだ下町の代表駅として関東の駅100選にも選定されています。観光客も多く訪れるこの駅、相撲を押し出してアピールしていますが、先ほど触れた通り、駅としての規模は大きく縮小しています。序盤で降りた西口のエスカレーターよりもさらに西には、地上へ降りる階段の跡が残っています。ゴミなどが入らないようにネットで覆われており、正面には開閉式のフェンスもあります。枠回りの構造は東口に向かう階段と同じですが、両サイドのタイルはそのままになっており、踏み面には埃が積もっています。そして階段の途中には、かつての両国駅の繁栄が伺える写真があります。中盤で背景にあった写真は、ここにあったものです。改札への動線から外れているのでスルーしてしまいがちですが、貴重な遺構の一つです。一方現在この駅にやってくるのは、10両編成の通勤電車だけ。運行されるのは千葉駅までで、海水浴で賑わった房総半島への直通列車はありません。そしてかつて存在した2面4線のホームは、その様子が大きく変わっています。1、2番線ホームからは、一段低い場所にある、かつて存在した旅客ホームを見ることができます。ホームは時代に合わせてかさ上げされたようで、仕上げ部分はミルフィーユのように層になっています。そしてかつて2面4線だったはずの列車ホームが1面のみになり、線路も3番線の1本のみとなりました。奥にあるのはもう1面のホームのようですが、上屋はなく、資材などが置かれ、下り方の線路には保守用とおぼしき車両が留め置かれています。そして両国駅が繁栄を失った原因の一つが、この向こうにあります。転機となったのが、1972年7月、総武本線のうち、津田沼より都心側の区間が複々線化されたことです。これは需要の激増で混雑が激化していた総武線の輸送改善のための施策であり、同様の施策の対象路線が全部で5つあったことから、国鉄5方面作戦と呼ばれました。基本的に既存の線路の横に線路を追加して複々線化したものの、総武線の都心部の市街化が大幅に進んでいたため、ルート選定が問題になりました。市街地を高架などで突っ切る案も検討されましたが、工事費自体が割高になり、市街地での用地買収コストも高額になることから、両国駅付近で地下に入って東京駅に乗り入れることになりました。高架線から隅田川の下をくぐるまで、およそ600メートル弱で線路の高さを下げるため、取り付け部分は34ミルの下り勾配になりました。そして快速線は速達性確保のために駅数を減らしたこともあって、停車駅は東隣の錦糸町となり、両国に駅は設置されませんでした。総武快速線開業時のダイヤ改正で、
急行列車9往復班が両国始発終着として残った以外、すべて東京駅始発となりました。なお、東京駅の歴史や行き交う列車たち、静かに迫る大ピンチをまとめた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。82年のダイヤ改正では総武本線の急行が全廃されて特急に格上げされましたが、両国始発は3往復に減らされ、88年にはそれさえも姿を消し、定期旅客列車は全廃されました。3番線だけは平日の新聞輸送列車に使われていたものの、2010年3月にこれも運行を終了し、定期列車が全廃されました。なお、中盤でご紹介した房総方面の列車が多数運行されていた70年10月改正の3ヶ月前、両国駅の貨物営業が70年7月に終了し、貨物駅の跡地は両国国技館などに転用されました。こうして駅の役割が縮小した結果、2019年度の乗車人員はおよそ4万人と、JR 東日本管内では110位にまで下がり、かつて映画を競った各駅とは、もはや比べるまでもありません。この駅にあった緑の窓口は、2021年1月末で営業を終了しています。券売機の横には塞がれた窓口もあり、少々寂しい感じです。こうして駅自体が縮小していった両国駅ですが、3番線の屋根の下あたりのタイルは綺麗で、展示ブロックも比較的新しいものです。また、柱についた放浪の駅名板は仕上げが綺麗で、後付けにも見えます。そしてこの駅のもう一つの見どころが、西口改札を入ってエスカレーターを上がった先にあります。先ほどは影になっていた場所には、両国ステーションギャラリー、3番線臨時ホーム入り口の文字が。そう、かつての3番線ホームにつながる通路を再整備して、駅の歴史がわかるギャラリーとして開放しており、真っ赤な絨毯とおしゃれな照明が雰囲気を盛り上げます。途中にはピアノもあり、日中は自由に弾くことができます。展示物は写真や図もたくさんあって情報量が多く、駅の辿った歴史がよくわかります。撮影禁止のため動画にはできませんでしたが、一見の価値ありです。赤い絨毯は階段の先まで続いているものの、階段のたもとにある開閉式の柵で仕切られ、ホームには入れなくなっています。通常は列車の発着がないからですが、定期列車がないこのホームなら車両を止め放題なので、房総方面の臨時列車が運行される際は、ここが始発になることもあります。ただしこのギャラリー、少々変わったことがあるのに気づきます。先ほど映っていた駅ピアノ、利用できなくなる期間があるのです。3番線ホームでイベント開催のため、臨時列車の運行といった理由とはまた違います。そう、その理由というのが、先ほどのカットで階段横に掲げられていた幕、若潮さざ波50周年、ありがとうフェスティバルです。今週末、土日の11時から15時にかけて、この両国駅3番線で行われることになっています。房総特急で運行されている255系が留め置かれて車内も開放されるほか、硬券付きご当地駅弁販売などのメニューが目白押しです。すでに定期列車が全廃された今、3番線ホームは臨時列車の運行時などに開放される程度で、長時間にわたって自由に出入りできる機会は、そうあるものではありません。この千載一遇のチャンスに、両国駅に訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。